こんにちは、実家ガーデナーです。普段はアパート暮らしですが、ガーデニングが好きで実家のお庭をいじっています。今回は芽吹きの3月のお庭編です。編集をサボりすぎて、やっと3月まで進みました。今年の3月はとても暖かかったので、植物たちが続々と動き始めていました。親が植えたことすら忘れていた球根が咲いていたり、枯れたと思っていたローズマリーにも続報があったりと、ワクワクな動画になりました。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは実家の荒れ果てていたお庭をリメイクしています。初心者がガーデニングしているので先輩方、優しく教えてください。それではスタートします。実家に帰ってきました。今年の3月は気温が高かったですよね。初旬くらいに桜が咲いちゃうんじゃないかと心配になるくらいでした。けど桜も頭がいいので1週間くらい早まるくらいで咲いていましたね。皆さんのところはどうでしたか？では早速芽吹きを確認していきましょう。斑入りアジサイは順調に芽吹き出していますね。今年も綺麗な斑入りの葉っぱです。真っ白い葉っぱのところもありますね。ここは去年も白い葉っぱだったところですね。斑の入り方って枝ごとで決まっているのかな。ホスタとスミレの鉢はスミレだけが動き出していました。スミレの主張が激しかったから来月くらいにスミレだけ違う場所に植えようかな。ツワブキは先月に花芽を切っているのですっきりしています。星符ツワブキの方は来月株分けしようと思っています。多分株分け自体はこの時期でもできますが、今月は作業時間が足りないのです。ここにホスタライムがあります。このホスタは大きすぎるので株分けしたいのですが、泣く泣く今年はパスします。おそらく来月は芽が動き始めていますしね。クレマチスも芽吹き出してました。今年はアーチのどこまで伸びてくれるのかな。こんなところに生えていた。可愛いからこのままにしておこう。岩三つ葉です。去年に仲間入りしていました。4年目9ケラです。下の葉っぱを切っておきます。もう毎年恒例の作業になりました。おかげで100円で買ったヒューケラは今でも元気に育ってくれています。アジサイも芽が出ていない枝は切っておきます。ここが枯れています。枯れたところから病気だったり虫が入ってくるから切った方がいいらしいです。そして雪の下は勢力を伸ばしすぎているので抜きます。昔の僕なら捨てるのがもったいないと思ってたけど、今は容赦しません。植える場所なんてないのです。みんなこういうのどうしてるんだろう。メルカリとかで売ってるのかな。皆さんは伸びすぎた植物どうしてますか？いいアイデアがあればぜひとも教えてください。去年植えたオーデマリと先月植えた土佐水木。オーデマリは芽が膨らんできたかなっていう感じ。今年は咲いてくれるといいな。土佐水木はなんと花が咲き始めてました。他の枝も膨らみが多くある。楽しみです。株元をよく見ると、なんとローズマリーの小さな芽が出てました。
こぼれ種かな。まだまだ小さいですが成長が楽しみです。シランも毎年同様チクチクの芽が出てきました。この前株分けした玉すだれも枯れてなさそうですね。ここにも親が植えた球根がありました。これは何だろう。ジェミニに聞いてももう少し成長してからと言われてしまいました。ここの蜂たちはこんな感じ。チャイニーズフェアリーベルズは特に変化なし。桜草は満開ですね。毎年こぼれ種で咲いてくれます。これはもう10年以上変わらぬ景色ですね。椿エリアは特に変化なし。毎年ここは芽吹きが遅いんですよね。ランカミスキャンタスが枯れている気がする。ヒューケラに続きミスキャンタスも。これはリメイク前からあった株です。復活を信じて地上部をカットしておきます。これも枯れたら悲しいな。多分生きている気がする。タイツリソウはすでに動き出していました。2年目も花咲かしてくれるかな。ここのシランもチクチク芽が出てました。小紫式部はまだまだ変化なし。アナベルは芽が膨らんできてました。枯れてなくて一安心。ここにはムスカリが植えられてました。山ツツジエリアです。まだまだ芽吹いてなくて寂しい感じ。隠れミノは1年で大きくなりました。隠れミノの幹が太くなってきました。もしかしたら今年で山ツツジの高さを超えるかもしれない。そしてここにも新入りの球根植物が。これはクロッカスみたいですね。想像以上に花が大きいです。30分後くらいには花が開いてました。そしてここに八角蓮の新芽が出てきてました。ゆるっとした感じで可愛い。っていうか花にら増えましたね。去年はこんな感じでした。花が可愛いから好きです。ここのアジサイも芽吹き出してました。コンペイトウトモナリザという品種です。こっちも枯れ枝をカットしておきます。これはスミレです。山ツツジも小さな葉っぱが動き出しているみたいです。よかったよかった。そんな感じで3月のお庭レポートを終わります。来月には親が植えた球根植物の正体がわかるかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。